さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回も10分切るわけで、音声をね、加藤一二三九段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私が先手でね、相手三段の方対ですね。局開始。今回はちょっとね、居飛車で行ってみます。相手の方ね、5四歩だったので、5九中飛車のね、形ですね。さあどうしますかね。ちょっと金上がって超急戦になるかもしれないですけど、ちょっとやってみますか。これで6二玉、今5五歩と突くとね、結構激しいね将棋になった可能性があるんですが、6二玉だったんでね、これは持久戦の形になりましたね。5五歩の将棋はね、また解説編の方でやれればと思います。まあ別にね、この形が、どちらが優勢ってわけではなくて、まあ好みもね多少ありますね。まあこれだと、まあ王様をお互いに囲い合って、まあじっくり駒組みをするという将棋になりますね。はい。で角を交換してきましたね。まあこれ同銀か同玉か迷いますね。同玉にしてみますかね。まあこの同銀と取って矢倉の形に組む手もあるんですけれども、今回は同玉と取ってね、まあ、左美濃の形に組む狙いです。まあ銀をこれもね5六歩を防いでということですね。交換されるんで、はい。で、まあ銀を左美濃。今ね2四歩同歩同飛車と行くのはね5六歩と使う手があるんで危険なんですね。ですので、まあね、7八銀と上がって6六歩と突く。相手の方3五歩で、これちょっと意欲的な手ですね。私の3六から3七桂を消したということですね。どうしますかね。まあ8六歩ついて、まあこの3五歩がねどこか攻めてくるというわけではなくて、居飛車からの3六3七桂をね消した手ですね。はい。で3二金ですね。まあ持久戦ですよね、これはね完全にね。私も銀上がって、まあこうやってね銀冠に組む瞬間は、王様がね、こう離れ駒ができるんで危険なんですけども、この場合はね、まあ、戦いに起こる場所がないので、まあこう銀冠に組み替え、まあ、あるいは、まあ、玉を囲っている途中でね離れ駒ができる時は、まあどこかね相手からね攻められるところがないかというのを確認しながらね指すのが大事です。来ましたね。これね一応これあるんですよ。今言ったようにね、まあ同歩です。3九角ですね。で今離れ駒ができたんで相手の方がねすかさず動いてきたんですけど、これはどうですかね。まあうまくいくかどうか。まあ私の方がね離れ駒今こう形がバラバラなのでという手なんですけれども、やっぱり現実ね、飛車銀交換なんでね、ただそうですね、これでも相手方やっぱり攻めてくるタイミングとしてはね非常に鋭い手ですね。まあこれ奪回するのと桂飛ぶのかどっちがいいか非常に難しいところですね。まあこれ角を温存して桂を飛んで受けました。まあ、金を寄ってね、まあちょっとしばらく辛抱ですね。もうガリガリね。さあこれでねどうやって受けるかですね。まあ相手の方の攻め駒がね馬と銀と、歩だけなの3枚なんでね、そんなにこれだけでね潰されてしまうという感じはないんですけど、といってね受け方を間違えると、まあ、勝ったり負けてしまうんでね、どうするのがいいかな。飛車を引いて守りに飛車を使えますか。今ね2六の飛車が浮いて使われてなかったんで飛車を引いてね、まあそれを減らして受けようってことですね。まあ同銀と取る手もあるんですけど、同馬と取った後に5八歩成とね、まあ受ける時のコツはですね、まあ、と金を作られないことをですね。と金を作られてしまうと、攻めがね切れなくなってしまうので、これ飛車寄ってから取ることによってね、まあ5六の方は取られましたけど、一手ね飛車引きが、引けたというねことがありますね。一手手中に引けてるというね得があります。これどうしますかね。もう銀を温存して金上がって攻め合いをね視野にしますけど、これ7八銀打ちと打てばね非常に硬いんですけど、飛車角銀持ってるんで、まあこれはちょっとね、まあ、なんていうんですかね、受け駒を温存して、まあこれで5八歩成があるんですけど、もうそろそろね攻め合いでなんとかねいけないかという読みですね。ここに打つのがね狙いなので、このまま切れたんでね、ここに歩が打つ手が厳しい手なんですよ。美濃がこういうねで飛車寄って、これだとねまあそうね飛車打って、まあね5三飛車と打って歩を取ってことですけど、それ馬寄ってくるってことですかね。まあそれはやめても悪くはないんですが、もっといい手ないかな。5三角飛車を打ってなるってね、馬寄って、まあ、竜を引く、そういった感じでも悪くはないんですけどね。まあ5三角と打つ方がいいかな。
で5三角取ってみますか。まあこれね5三飛車のつもりで指してたんですけどね、まあ飛車だと4二銀と引いて5三飛車の時にね3九馬と、飛車竜両取りねやってくる手があって、まあそれでもねまあ悪くはないんですけど、銀引きですが、これはそうですね、まあ7一銀の筋があるんですけど、それは同玉でね歩をなって同玉でしのごうってことでしょうか。まあ非常にやりますが一回角なってきますか。で次に7一銀と打つ手を狙ってます。そしてこれは銀が打てそうですね。これではね狙ってたんですよ。これね美濃囲い崩しの一手で、まあ、これはちょっとパンチが入りましたかね。何かまあ今、まあ、この筋、まあ、7一金とでは硬いですけど、ただ戦力不足になっちゃうんでね、まあ、このと金がね要するに作られちゃうので、まあ、7八金と上がるところで7八銀打ちと打てばね手堅いんですけれども、まあそれはね今ここに打つ銀がなくなっちゃうんで、あそこで銀を温存したことによって、銀をね7一に打てるということですね。まあでもこの将棋やっぱり相手の方がね私の陣形のね隙をついてねチャンスがあると見てね攻めてきて、非常にね早くから動いて、まあ居飛車側もね非常に怖いんですけど、これはねカウンターが決まった感じですね。これ飛車打てるんで。で、王手でね銀を取り返して、まあ銀を捨てたんですけど銀でね王手取り返せるんで、で玉引きですね。まだここがね何ていうんですか、カニ囲いのような格好なんでね、まだまだ、しっかり寄せないとって感じですね。7分取るのがいいかな。まあ桂馬を取るのも一つの方法ですね。まあ、あと6二銀とか打つのも一つの方法、まあ2四で一回こつきますか。まあこれはね、2八の飛車をねもう攻めに使おうということですね。まあ私の王様はまあと金ができてますけど、まだ金銀ですとねそんなにまあ厳しい攻めが今すぐあるわけじゃないので、まあ、しっかりね、後手の王様に迫れればまあ勝ちが見えてきそうな感じですね。どうするのがいいかな。桂馬取ってきますかね。まあ6二銀とか打つとか2四馬とか魅力的な手いっぱいあるんですけど、まあ桂馬を打ってきますか。ここは難しいところです。いろいろあります。まあこれ次にね5三桂とか6二銀とか、まあ5二、まあ厳しい手なら5二歩同玉5三銀とねどんどん打って攻めていく手もありますね。そして銀掛けですけど、これはまだ詰めろじゃないんでね、さあそろそろ寄せに行きたいとこですね。どうやるのがいいでしょうか。まあそうですね、まあこれは7八銀で同銀で斜めの駒がなければ、まあこちらに攻めがないので、まあ6二銀とまあシンプルに打つのがいいかな。まあこうですね、これは銀を打って、まあこの手はね、詰めろかどうかは微妙なとこなんですけれども、まあここでね6九の銀がもう1枚手に入れば詰めろになりそうです。詰みになりそうですね、向こうの様が。はい。まあこれで銀が今手に入ったんで詰めろになっていそうです。まあ5二金打ちとね受ければ、1回詰めろを回避できますね、相手の方もね。じゃあこの時に金金なんでね、まだこちらの王様にね王手がまともなね王手がかからないですね。まあ銀を1枚、まあ何枚か銀を持てば7九銀からね王手がかかる格好なんですが注意ですね。今ここに銀が落ちてるので、金ですか。まあこれはね多分後手玉に詰みがありそうですね、銀をなって。まあここに馬と飛車がいるんでね、まあ同銀ですか。これねどうやる、銀から入るのがいいかな。おそらく詰み筋だと思うんですね。同玉だったら5三金と打って竜を切れば詰みです。王様いる方が長いですけど駒をいっぱい持ってるんでね、これは詰み筋ですね。はい。同玉だと今の5三金4一玉5一竜同玉5二銀までの詰めろでした。まずこれはね解説の方でできればと思います。まあそしてこう逃げてね、まあ城の中に王様が入ったんですけどね、ちょうど桂馬を持ってるんで、まあ、他にもいろいろ詰み筋なんですけどね、桂馬を打ってしまうのが分かりやすいですかね。王手をかけて今ここに飛車とね馬がいるのでね、まあ、上部に逃げていった時にね飛車と馬がいるのでね、はい、で玉寄りが長いんですが、まあ、金を打ってまあ同桂なんで、まあ一番まあいろいろあるんですけどね、一番分かりやすい手ですと金打ちですかね。金を捨てて、まあ3一銀とかでも詰みですけどね、金を捨てまして、まあこれ同玉の一手なんですけど2四馬と出ればね、はい詰みになります。この勝ち方を覚えておきましょう。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、戦型がですね、相手の方のご機嫌中飛車にね、私が先手でね、対応するという形になりました。まあね、持久戦に進みそうなところでね、相手の方が、まあ、速攻を仕掛けてきましてね、無理筋だと思っていても、いざ指しているとね、
気がついたら王様もね薄くされてね飲み込まれてしまったっていうね経験ねどなたもされたことあると思うんですけどね、詳しい解説はね解説編の方でやりたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひお楽しみいただければなと思っております。この動画が良かったという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。